世界一わかりやすいユーノの要点解説です。スキル回しの実演、回しの解説の順でお届けします。まずは早速スキル回しを見てみましょう。変装スキルで入場。共鳴スキル、共鳴解放、ジャンプ、共鳴スキル2回、長押し失敗で通常攻撃強化銃撃、音外スキル、収装スキルで交代。これで OK です。めちゃくちゃシンプルですね。それではスキル回しの解説です。ユーノの動きをざっくり言うと3ステップ。回路ゲージを貯める。貯めた回路ゲージで競争エネルギーをもりもり貯める。貯めた競争エネルギーで月を作ってバトンパスする。この3ステップです。ここまでが回路ゲージを貯める回しで、ここが競争エネルギーをもりもり貯める回しで、ここが月作ってバトンパスする回しです。言葉の整理とおさらいですが、回路ゲージっていうのは U の固有のゲージで、競争エネルギーっていうのはバトンパスする際、収装スキル、変装スキルを発動するために必要なエネルギーのことです。普通のキャラだと競争エネルギーは収装、変装スキルを使うためだけの役割ですが、ユーノの場合は競争エネルギーを貯めきることが他のキャラ以上に重要になっています。というポイントを先に示した上でスキル回しを具体的に振り返ってみましょう。まず変装スキルでユーノが入場するといきなり回路ゲージが半分弱溜まります。続いて適当に共鳴スキルを使った後、共鳴解放を使うとゲージがマックスになります。回路ゲージはたったこれだけで溜まります。楽ちんですね。その後に1回ジャンプするとユーノが三日月モードに変化します。三日月モードとは要はつよつよモードで、ここまでに溜めた回路ゲージを消費することで回復効果付きの攻撃を放ち、しかも競争エネルギーももりもり溜まるようになります。もりもりっつってんのは何かというと、ご承知の通りどのキャラもいろいろ攻撃していれば競争エネルギーは溜まっていくんですが、ユーノの三日月モードの場合は競争エネルギーがいつも以上に溜まりやすくなるので、もりもり溜まると言っています。で、この三日月モードの時にどうスキルを使うかというとシンプルで、まず共鳴スキルが2回使えるので使います。さっき貯めた回路ゲージが消費されつつ競争エネルギーがもりっと溜まってますね。共鳴スキルを2回使ったら続いて通常攻撃のボタンを押しっぱにします。押しっぱにするだけで回路ゲージを消費しつつ通常攻撃を連続で発動してくれます。回路ゲージが尽きるまでに競争エネルギーが溜まりきっていると、そのまま勝手に強化銃撃を発動してくれます。強化銃撃が発動するとダメージとともに月が発生するので、発動したら適当に音外スキルを使ってから他のキャラにパスすれば終わり。無事に月を発生させているとキャラが交代後もフィールドに満月が残り続けます。綺麗ですね。この綺麗な満月の効果は2つあって、1つはキャラの HP とスタミナが継続回復するというもの、もう1つはそのキャラがシールドを得るたびに余ダメージを上げるバフを付与するというものです。1回シールドを得るたびに 4% の余ダメアップバフが乗り、最大で10スタックまでします。ということは小刻みにシールドを得る効果を持つキャラだと満月の下では超攻撃力が上がるってことです。要するにオーガスタと相性がいいってことですね。スキル回しの解説は以上です。ここからは細かい補足を3点。補足1点目、回路ゲージの溜め方現月編。先ほどあたかも回路ゲージが溜まりきった状態でジャンプすると三日月モードに入るかのような説明をしましたが、これは誤り。正しくは回路ゲージが溜まっていようがいまいが現月モードの状態でジャンプすると三日月モードになっちゃいます。現月モードってなんやねんというと、共鳴解放を使うことで強制的に突入するモードです。何も乗ってない状態が通常モード、月に乗って地上にいる状態が現月モード、月に乗って浮いてる状態が三日月モードです。このうち現月モードの状態でジャンプすると有無を言わさず三日月モードになるということですね。通常最初のスキル回しで紹介した通り、変装スキル、共鳴解放の順に使えば回路ゲージがマックスまで溜まり、かつ現月モードになるので、あとは何も気にせずジャンプして三日月モードになればいいんですが、例えば変装スキル使えずに共鳴解放を使っちゃったとか、スキル回しと違う動きをしちゃった時に回路ゲージが溜まりきってないまま現月モードに入っちゃう場合があり、そしてこの状態でジャンプしちゃうと三日月モードになっちゃいます。三日月モードでは回路ゲージを消費しながら競争エネルギーをもりもり貯め、競争エネルギーを貯めきってから強化銃撃を撃つ必要があるので、回路ゲージの蓄積が不十分な状態で三日月モードに入ると競争エネルギーを貯めきれない場合があります。回路ゲージが溜まりきってない時に現月モードに入っちゃった時は不用意にジャンプせず、代わりに通常攻撃を使うか共鳴スキルを使いましょう。こうすることで回路ゲージを追加で貯めることができます。
もし間違ってジャンプして三日月モードに入っちゃった時は再度ジャンプボタンを押せば現月モードに戻れるので、慌てず押して現月モードに戻りましょう。補足1点目は以上です。補足2点目、回路ゲージのため方通常編。繰り返しなんですけど、変装スキルから共鳴解放してれば回路ゲージがマックスまで溜まり、かつ現月モードになるので、今から言うことを気にする必要はないんですけれども、例えば他のキャラから言うのに切り替わった時、共鳴エネルギーが溜まりきっておらずすぐに共鳴解放が使えない、なので現月モードにも入れないって時もありえるかと思います。この場合どうやって回路ゲージを貯めるかというと、もしちゃんと言うのが変装スキルを発動しながらバトンパスを受けていた場合は共鳴スキルが強化されているので、この強化共鳴スキルを使いましょう。このスキルを使うことでもう現月モードに突入できます。さっき共鳴解放すると現月モードに突入すると言いましたが、この説明だと不十分で、正しくは共鳴解放するかこの強化共鳴スキルを使うと現月モードに突入するということですね。強化共鳴スキルを使って現月モードに突入すれば、あとはさっき言った通り通常攻撃やら共鳴スキルを使えば回路ゲージを貯めることができます。それとさらに悪いケースを一応伝えておくと、変装スキルすら発動せずに言うのに変わっちゃった、だから強化共鳴スキルも使えません。しかも共鳴エネルギーも溜まってないから共鳴解放も使えません。ここからでも入れる保険ありますか？もといここからでも現月モードに突入できますかって時もあり得るかと思います。そういう時は通常攻撃を連打するか共鳴スキルを使いましょう。通常攻撃の3段目を発動させるか共鳴スキルを発動させることで、さっき言った強化共鳴スキルが使えるようになりますので、これを使って現月モードに突入すれば OK です。補足2点目は以上です。補足1、2点目の話が若干ややこしかったので最後にまとめるんですが、まず再三お話の通り、通常は変装スキル共鳴解放を使えば回路ゲージもマックスになり現月モードになるので、ジャンプして三日月モードになれば OK。 もし共鳴エネルギー不足で共鳴解放が使えず変装スキルしか打てなければ、その時は強化共鳴スキルが使えるはずなので、強化共鳴スキルを使って現月モードに突入し、通常攻撃や共鳴スキルを使うことで不足している回路ゲージを補えば OK。 もし変装スキルすら打てなければ通常攻撃を連打するか共鳴スキルを使うことで強化共鳴スキルが使えるようになるので、それ使って現月モードに突入すれば OK。 こんな感じです。ちなみにあと一つだけややこしいこと言うんですが、これまでさも回路ゲージをマックスにしてから三日月モードにしないとダメみたいな言い方をしましたが、あくまで一番気にしなきゃいけないのは競争エネルギーを溜め切って強化銃撃を撃ち月を発生させることです。極端な話、競争エネルギーが溜まりそうであればわざわざ回路ゲージをマックスにしてから三日月モードに突入する必要はありません。というかもっと言うと、これまでさも三日月モードの状態で競争エネルギーがマックスまで溜まっていると強化銃撃で月を出せるような言い方をしましたが、別に競争エネルギーが溜まりさえすれば三日月モードじゃなかろうが強化銃撃が使えるので、要は月も出せます。三日月モードというのはあくまで競争エネルギーをもりもり貯めるための手段でしかないということですね。そうは言っても三日月モード中は攻撃に追加回復効果もありますし、競争エネルギーももりもり溜まりますから、普通は三日月モードを経由した方がいいんですが、一応ユーノの仕様としてお伝えしておきました。通常ローテだけ考えれば何も難しいことはないキャラなんですが、今ご説明したいざという時の回し方も理解してより柔軟に使えるようになると、さらに味わい深くユーノを使えるかと思います。最後に補足3点目、オーガスタと編成した時の特殊演出について、ユーノの強化銃撃を使った時に月が、オーガスタの共鳴解放を使った時に太陽が発生しますが、これらをそれぞれ使うと太陽と月が重なる特殊演出があります。贅沢ですね。補足は以上です。なお、おすすめ音階とか育てるスキルの優先度はせっかくゲーム内の攻略サイトに記載があるんだからそっち見ようの精神で割愛します。解説以上です。いかがでしたでしょうか。名調界隈の攻略動画はパワポとか数字とか使ってどちゃくそ丁寧に作られており、好きなキャラをいい感じに使えるようになりたいだけなんだよなという私みたいなライト勢にはちょっと味が濃すぎる印象があったので、伝える範囲や深度を私なりに厳選してライト勢向けに動画を作りました。こんな感じで今後実装するキャラは基本的に同じようなあっさり味の攻略動画を作ってまいります。今回のキャラの使用感、動画への忌憚のないご意見ご感想をお待ちしております。家なしだらは限りある時間で面白ゲームを最大限楽しむためのチャンネルです。今後作成する解説動画もお見逃しのないようチャンネル登録よろしくお願いします。また作成した動画の速報、動画化するまでもない日常オタク語りを X で、表には出しにくい話やチャンネル運営話をメンバーシップで語っていますので、そちらのフォローも何卒おついえなし。